パニーズヨガの夏美です。今日のレッスンでは、硬い体がみるみるうちにどんどん柔らかくなっていく、効率的に体の柔軟性を上げていくレッスンの紹介になります。毎日ルーティンで行うことによって変化が実感できますので、最低でも2週間は続けてみてください。最初は座りやすい座り方で行っていきましょう。右手を出して小指の側面、ちょうど手首の手前のあたりにぐっと指を沈み込ませると入りやすいところがあります。ここを刺激しながら腕を優しく振っていきます。ツボの刺激をすることによって筋肉のこわばりを改善していきます。さあ、反対側も同じようにぐっと指が深く沈み込むポイントを見つけて振っていきましょう。ちょうど指の基底部ですね、小指の基底部から始まり、手首、そして肘から二の腕、背中にかけてが緩んでくるポイントになります。では、続いて足回りなんですが、横側に足を流すように座っていきましょう。体重をだいたい整えるようにしたら、次は足の小指の側面の部分をなぞるようにして、ちょうど底辺の基底部をぐーっと向こう側に押します。反対の手は置きやすいところに置き、ぐっと押しながら吸って伸び、吐きながらひねっていきましょう。体を少しゆらゆらっとさせてもいいかと思います。こちらも同じく、このツボを刺激することによって、太もも、そして股関節のほぐし、こわばりをとっていきます。さあ、では一旦体を前に戻して、足を組み直すように置いていきましょう。そして小指の側面をなぞり、この基底部のあたり、指で押すとへこむところがあるので、そこをぐーっと押すように、指か手のひらでお好きなところでいいです。また反対側の手は楽なところに置き、吸って伸び、吐きながら少しねじりを加えましょう。いつでも肩はリラックスして呼吸を続けます。さあ、続いて立ち上がっていきます。足幅はだいたい腰幅程度に開いていきましょう。大切なのは足の裏を左右平行にしっかり下ろしていくことになります。では、手をこの足の付け根のあたりに当て、ぐーっと後ろにお尻を引いていきましょう。しっかり付け根を引き入れるような感覚で続けていきます。つま先より膝が前に出ないかチェックをして、余裕があれば手を前、肩が詰まるようであれば手のひら上向きにし、低い姿勢を保ち太ももの強化。腰が反りすぎてお腹緩む方はお腹をぐーっと締めることを忘れずに呼吸。少し弾ませてもいいので呼吸を続けながらこのポーズをキープしましょう。太ももをしっかり鍛えていくことで体に熱も起こしていきますが、下肢、足の筋力の強化が体温アップや柔軟性につながっています。さあ、もう少しだけ肩リラックス。では、ゆっくり手を下ろして屈伸をしましょう。続いてマットの短い方に体を向けて右の膝を手の間に入れていきます。後ろ足まっすぐ伸ばせるようであれば伸ばし、
そのまま前の足を前に押し出せるようであれば押し出しましょう。ポジションが整ったら息を吸って吐きながら体を倒します。肩はリラックスしながら呼吸を続けましょう。お尻や太ももの優しいストレッチをして股関節周りの可動域も高めていく動きです。ゆっくり両手を寄せて、足を一歩引いて、反対の足を手の間に入れて、後ろ足まっすぐ伸ばせれば伸ばし、前の足を下から外し、余裕があればすねとマットの短い方が平行になります。そして体を倒していって、特に前足の太ももからお尻の伸びを感じ取ります。では、また両手を引き寄せて、手で地面をぐっと押して四つ倍に戻ってきたら、そのまま仰向けで寝転がっていきましょう。一度膝を立てて腰をしっかり地面に下ろしましょう。腰が反っていないか確認をして両足を持ち上げます。両足を持ち上げただけでもお腹に効かせられるので、腰をぐーっと地面に落とすような感覚で下腹部のあたりにしっかり効かせてみましょう。余裕があるという方は後頭部手を置いてぐーっと上体を起こします。背骨の調整、そして下腹部の筋トレになります。現代社会ではこの下腹部がとても弱っているという方が大変多いので、このトレーニングだけでも背骨調整の効果があります。背骨が調整されると体の柔軟性にも関わります。全体のバランスが整います。まだいける場合、両手を内ももに当てて足を開き、そのままキープをしましょう。腰をぐーっと丸めるような感覚で下腹部に効かせます。お腹ぎゅっと締めてコントロール。3、2、1。ではゆっくり体を落としましょう。そこから両手を地面につき、背中の下にしまい込んでいきます。背中の下にしまい込んだとき、手のひらは地面向きになっています。まずはお腹の力を働かせるために、顎を引いてぐーっとおへそを見ながら上体軽く起こしてみましょう。腹筋をプルプルっとさせた後に力を抜いてもう一度頭を置き、肘で地面を押して胸の空間を開きます。後頭部か頭頂部が床に降ります。この時に顎や首の力は必要ないので、ふわーっと楽にして喉を開いて口が開いてしまってもいいです。なるべく吸った時に胸がスーッと広がってオープンしていく感覚。背骨の柔軟性を高める魚ポーズ。現代人は
この胸椎と呼ばれる肩甲骨の間あたりが大変硬くなりやすいです。ここを柔らかく使えるようにするだけで、体全体のパフォーマンスが上がり、柔軟性も高まります。では、あと一呼吸。次の吐く息でゆっくり上体を下ろし、手もほどきましょう。そして頭を左右にゴロンゴロンと揺らすような感覚でリセット。一度動きを止めたら、足も左右にパタンパタン。体を反らしたので、軽く膝を抱えてゴロゴロっとして、背中側をリセットしておきましょう。お疲れ様でした。今日はみるみる体が柔らかくなるように、万人に共通して硬くなりやすい部分を柔らかくしていくアプローチのレッスンでした。流れで行っていきましたが、もっと細かく軽減法などを知りたいという方は、解説の動画がありますので、そちらをチェックしてから、この動画でルーティンのように毎日行ってみてください。このレッスンは、ほぐす、鍛える、ストレッチするというものが入っており、体に負担がかからずに効果的に柔らかくなるような内容です。体が硬いと困っている方などにシェアして一緒にヨガやストレッチ、運動を楽しく行ってもらえると嬉しく思います。では、今日の動画が気に入ったよということであれば、ぜひグッドボタンで教えてください。また、コメントも皆さんからお待ちしています。今日もありがとうございました。体のヨガは YouTube、心のヨガは Voicy、その他に Instagram や公式 LINE アカウントもあります。ぜひチェックしてみてください。